アメリカ最古のモーターサイクルブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしていますインディアンモーターサイクルマニア、V 型エンジン大好き西尾です。今回はこの YouTube 撮影日の前日に発表になりまして、急遽収録しようということになりましたインディアンモーターサイクル2025年モデルの追加発表になった限定モデルエリートについてです。インディアンモーターサイクルのエリートというカテゴリーなんですけど、ハーレーダビッドソンでいう CVO みたいな感じでインディアンモーターサイクルの最高峰の車両たちというくくりになるんですけれども、こちらね2025年モデルのエリート、空冷エンジンのロードマスターエリートはもうすでに発表されておりまして、詳しい動画は概要欄に貼っているんですけども、今回追加で発表になったのがこちら、チャレンジャーエリートとパースートエリート。やっぱりね空冷のロードマスターだけじゃなくて水冷エンジンのチャレンジャーとパースートもしっかりエリート発表になりました。これがねただ色が変わってるモデルっていうだけじゃなくて、カラーにすごくね語れるストーリーがありましたので、今回はそこをちょっとねお伝えしていきたいなと思います。では早速今回発表になりました2025年モデルのエリート2台、チャレンジャーエリートとパースートエリート車両について詳しく見ていきます。まずこちらインディアンチャレンジャーエリート、世界限定350台、日本限定たったの3台、少ない。最新のパワープラス112を搭載した限定車ということで、これねジーンアラバマフラッシュウォーカーからインスピレーションを得たデザインということで、このカラーリングジーンウォーカーさんっていうのが何か関係しているということで、車両ざくっと紹介した後にぜひジーンウォーカーさんお話ししていきたいと思ってます。そして車両中身は一番新しいパワープラス112を積んでいるチャレンジャーなんですけれども、こんな感じでこの辺塗装の細かさがとっても伝わってきます。画像の時点でとっても伝わってきます。これねよく見るとこのインディアンのヘッドドレスのロゴがこんな感じでめちゃくちゃ細かいな。これはすごいな。こんな感じで非常に細やかな隠れインディアン、隠れミッキーばりにインディアンが隠れてると非常に凝った塗装になっています。そして車体のカラーマッチするようにステッチが赤色に仕立てられているダブルシート、そんな感じでチャレンジャーエリート、この辺ね112パワープラスで新しく搭載されました安全装備が全部ついてます。バイクホールドコントロール、電子制御のコンビブレーキ、あとは視覚から何か接近してたらお知らせしてくれるブラインドスポットワーニング、後ろからの急接近警告を出してくれるテールゲートワーニングとリアコリジョンワーニングですね。この辺一番新しい安全装備プラススマートリンテクノロジー、これねインディアンモーターサイクルがさりげなくパワープラスのモデルに採用してます。うまく乗れるっていう電子制御ですね。あとはシールドは高さ調整が可能になってたり、ステッチ入り専用シート、パワーバンドオーディオ、フロントとリアボックスに4つのスピーカーがついており、電子制御式のリアサスペンションという感じで、車体の中身も車両のコンポーネントも非常に最先端のものが施されております。ここですね、今回チャレンジャーエリートに関してはこれ後でご紹介するんですけど、人類最速の男と称されたジーン・ウォーカーさんのアイコンをイメージしたバッジがあしらわれているということで、ここだけでも結構ね見どころあると思います。こんな感じ。生産は350台、日本に入ってくるのはたったの3台ということで、ざっくりとこの主要装備と特徴が書かれておりますということで、ここからジーン・ウォーカーさん一体何者なんかというお話をちょっとさせていただきます。こちらメーカーのホームページにもアラバマフラッシュジーン・ウォーカーって書いてるんですけど、これだけやとねもうちょっと語りたいじゃないですか。なのでちょっと調べてみました。アラバマフラッシュ、生きている世界最速の男と呼ばれたジン・ウォーカーさん
どんな人かっていうのがバーっと書いてあるんですけど、めっちゃ面白かったんが、この人郵便局員さんやったんですね。住んではったアラバマのバーミンガムっていうところで、一番最初の郵便局の郵便配達で17歳の時に自分で買ったバイクでね、ちょっと働きに出てはったんですけど、その郵便配達で毎日バイク走り回ってたら、めちゃめちゃ運転うまなったと。豆腐の配達で運転めちゃくちゃうまくなるみたいな、あっち系の実在した人です。これですっごい運転スキルが伸びまして、ここからねまた面白いのが、草レースみたいな出たんですけど、そこでパッと優勝した時に、当時インディアンのディーラーをやってたオーナーさんがそのレース見てまして、お前早いなと、インディアン乗らんかえということで、自分の店で働いてもらいつつレースも出ようぜという感じで、当時のねインディアンのバイク、インディアンのお店で働きつつ、そのインディアンのバイクでレースに走るというような感じで、レースの人生がスタートしていきます。これがまたもう超速かったみたいで、すごい記録を打ち立てていくんですけど、1916年から第一次世界大戦始まってしまいまして、インディアンのバイクがちょっと軍用バイクの生産になっちゃったっていうことやったり、あとは当時の若者レーサーの人たちが戦争に行かなあかんくなっちゃって、レースがねしばらくちょっと消滅しちゃうような数年間が起きてしまうんですけど、その間ねこのジン・ウォーカーさんは戦争徴兵対象にはならずアメリカにおられたんですけど、この時はねハーレー・ダビッドソンで働き始めはって、バイクに乗る警察官やってたそうです。郵便局員で自分のバイクでめちゃくちゃ運転うまなって、インディアンのお店で働きつつレースにも出てめちゃくちゃ強い。戦争でレースがなくなってもうた間、ハーレー・ダビッドソンで働きながらハーレーに乗ってレースに出まくるという感じで、1919年にレースが再開されると、その年の全国選手権13レース中6レースで優勝と、もうわけわからんぐらい早かったと。1924年からインディアンに復帰してきましたということなんですけど、こっからねすごい快進撃まだまだ続くかなっていう瞬間に、練習中に事故で亡くなってしまわはりまして、悲しい人生やったんですけど、わずか30歳で亡くなってしまわはりましたと。インディアンの創世期であります、1910年代にインディアンの名を、アメリカ中に轟かせた世界最速のジン・ウォーカーさんに敬意を表して、今回このチャレンジャーエリートがカラーリングされていますよということでした。でこれね、なんで赤白のスタイルかと言いますと、写真がね残ってるのが白黒なんであれなんですけど、ジン・ウォーカーさんインディアンに乗ってレースに出る時ね、赤と白のユニフォームを着てはったので、赤白のインディアンのユニフォーム着てるめちゃくちゃ速いやつがジン・ウォーカーさんやったということで、彼のイメージカラーでもあり、インディアンのイメージカラーでもあったものを今回このチャレンジャーエリートに落とし込んであるぞと、そういうお話でございました。では続いて2025年モデルのインディアンパースートエリート、こちら車両を詳しく見ていきます。世界限定250台、日本にはわずか2台と、2台か、わずか2台です。1916年のアメリカ陸軍用パワープラスエンジン搭載車からインスピレーションを得たデザイン。カラーリングがブラックフォレストキャンディー with ブラックキャンディー、ゴールドチタニウム&グロスブラックということで、名前だけでも情報量めっちゃ多いんですけど、緑色のキャンディーペイントとブラックのキャンディーペイントとゴールドチタニウム&グロスブラックなので、キャンディーペイントの部分とツヤありブラックの部分とがグラデーションかかって、このようなカラーになっているということで、これね写真では非常に明るさ暗さが伝わりにくいので何とも言えないんですけど、インディアンモーターサイクルエリートの塗装は毎回めっちゃすごいんで、アメリカンモーターサイクルといいますか、インディアンモーターサイクルのハンドペイント
手作業での仕事っていうのを一番感じてもらえるようにっていうのがエリートっていう位置づけなので、この塗装はね、さっきのチャレンジャーエリートとも合わせてめちゃくちゃこだわって塗られているという感じです。こんな感じで、写真では何とも言えないんですけど、ブラックキャンディーの部分とグリーンのキャンディーの部分もさらにグラデーションかかってるぞということで、うわすごいな。このインディアンのヘッドドレスのところもゴールドでちょっとキャンディーがかってるような画像になっているので、とてもね、塗装だけでも非常に期待がかかる1台です。そしてシートは車体カラーとマッチするようにグリーンのステッチが入っております。これ後ろのタンデマーさんの肘置きのステッチもグリーンになってますね。芸が細かい。これはもうね、手作業でのペイント、ハンドペイントに全てが凝縮されてるんちゃうかなと思います。こちら最新テクノロジー、最先端コンポーネント標準装備ということで、パワープラス112エンジンモデルに搭載されてます安全装備、新しい安全装備を標準装備しつつ、グリップヒーター、あとはヒーテッドシート、あったかくなるやつですね、電子制御式プリロード調整リアサスペンション、ドライビングライトという感じになってます。すごい。限定生産台数250台、日本にはわずか2台ということで、非常に価値ある車両かなと思います。では2025年モデルのパースートエリートのカラーリング、こちらね、1916年のアメリカ陸軍用のインディアンモーターサイクル、そこをモチーフにしてますよということで、じゃあ1916年のインディアンモーターサイクルパワープラスエンジンを積んだバイクについて調べてみました。こんな感じで、これまさにね、1916年のパワープラスエンジンを積んでいるインディアンの車両なんですけども、この時はね、まだスカウトとかチーフが出る数年前やったので、パワープラスっていうのが通称インディアンの車両の名前やったということなんかなと思います。これはカラーリング、元は何色か多分赤やったんちゃうかなと思うんですけど、軍用のバイクをモチーフにしているんで、黒と緑が表現されているパースートエリートなんですけど、軍用の1916年のインディアンのバイク見つけました。これね、もう残念ながら写真がモノクロしかない時代やったので、ちょっとイメージ分かりにくいんですけど、おそらく軍用のバイクやったのでグリーンやったんちゃうかなと思います。こんな感じで、この写真はね、第一次世界大戦時のパワープラスのエンジンを積んだインディアンのバイクを使っている通信部隊の本物の写真ですよということで、こっちのね、おそらく市販用に出てたと思われるバイクと見比べると、こんな感じでちょっとね、車両の衣装も異なってまして、この辺もなかなか掘り進んでいくと非常にストーリーがあって面白いかなと思います。今回発表になりましたインディアンモーターサイクル2025年モデルのチャレンジャーエリートとパースートエリート、こちら新型の112キュービックインチパワープラスエンジンを積んだ最高峰モデルなんですけど、走りとかね、装備的なワクワク感、インディアンならではのものづくり、もちろん感じていただける車種になるんですが、なんといってもエリートはカラーリング、この手間のかかったハンドペイント、非常にこれだけで価値あると思いますので、気になった方、日本に入荷する台数ほんまに少ないので、ぜひお近くのディーラーさん早めに声かけてもらったらと思います。新型パワープラス112キュービックインチエンジンを積んだモデルについては概要欄の方でも関連動画貼っておきますので、ぜひ合わせてご覧ください。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしております。チャンネル登録、高評価、あとはこんなトピック取り扱ってほしいなどありましたら、ぜひコメント欄でお寄せください。ではまた次の動画でお会いしましょう。